用紙で何か書く場合は結婚っていう風に。間違いなく友達にしか見えない。皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。イエイ、ハピライフチャンネルです。今回は前回に引き続き、また引っ越しのお話になるんですけど、同性同士でお引っ越しをする際に何か困ったことだったり気をつけた方がいいことっていうのはないですかっていうご質問とかをいただくので、ちょっとそれについてね、私たちが引っ越しをしたことで経験したことをお伝えできればなと思います。同性同士で引っ越しをするのって大変ですよね。大変だって聞きましたっていう風に言ってる方っていうのが結構いるんですけど、私たちは実際何も大変じゃなかったです。実際そんなに自分たちでそれでどうこうっていうことは起こらなかったよね。なので一般的に何が大変かっていうのはそんなにわからない、思ってることが合ってるかわかんないんですけど、でも基本的にはそんなに同性なことで違うっていうことはなかったです。で、強いて言えばの話にはだからなってきちゃうんですけど、多分その物件を探してる段階で女の子同士で住むっていうことがダメですって言われないのかっていうところだと多分思うんですよ、気になってるところって。ダメですって言われる場合ってその物件自体がもうダメな物件だったりするので、家を探す時点で気をつけた方がいいところっていうのがあるんですけど、私はもうスーモでこの間の引っ越し動画で言ったようにスーモの進捗を毎日見るのがもう趣味で、スーモ案件でスーモを毎日見るのがいまだにね、なんか見ちゃうぐらい趣味なんですよね。やっぱ1年その趣味をやってきたのでいっぱいこのお家はこういうところがありますよみたいなのがたくさん出るんですけど、そこに2人入居可っていうのがまずない物件だったら2人では住めない物件だと思った方がいいと思います、それは同性だとかそういうことは関係なく単身者のみですっていう物件になるので、そのカップルだったり友人、兄弟、家族一人ではない状態で住むというのがもうできない物件なので、そこでこう一緒に住みたいですって言ったら無理ですっていう風に多分なってしまうので、まずは2人入居可っていう物件であることは確認した方がいいと思います。で、私たちはそこをほとんど確認しなくてもほぼそういうのはクリアしてて、その理由が一人暮らし用の物件ではないんですよね。基本的に広さだったりとか間取り的にファミリータイプの物件だったのでほとんど確認してなかったんですけど、多分一人暮らし用のね、間取り的に 1K だったりワンルームだったりっていうところを探してる人はそこを一応確認して探した方がいいかと思います。で、ここからなんですよ。2人入居可っていうところはもう前提で、それじゃない物件はダメっていうことなんですけど、2人入居可だとしても2人で住めない可能性っていうのがあって、ルームシェアが不可ってなってる物件だと結婚してる夫婦か結婚する予定のある方、それをどうやって確認するのかわかんないんですけど、そういう人が住むのは OK だけど、ルームシェア的な他人同士だったり、あとは結婚とかそういうことじゃなくてカップルさん、みたいな感じの方たちだったりとかで住むのはダメです。私たちはルームシェア不可とも可とも書いてなかったんですよ、物件に。だから契約するまで大丈夫なのかなっていうのはちょっとあったんだけど、私たちの中では何の証明もないけど一応結婚してますっていう体で過ごしてるので、どういう引っ越し理由なんですかって聞かれた場合には結婚ですっていう風に答えてたよね。だから不動産屋さんに何個も行ったので、今回はどういう理由で引っ越すんですかって聞かれた場合は答えてたし、用紙で何か書く場合は結婚っていう風に道名義で借りる予定だったので、私が同居人はどういう関係ですかっていうところにパートナーっていう風に書くっていうのはずっとやってました、だからそれが同性であることでっていうのかわかんないんですけど、調べた感じだと異性間のカップルでも結婚する予定っていうのがなかったり、夫婦っていうことじゃなかったらダメだっていう風になってたので、わかんないじゃん正直。そう、証明する方法は見ても男女だったら明らかに結婚全くするつもりないですよなん
なんてわからないし、だから特に何の問題もなく OK だと思うんだけど、女性同士男性同士っていうと間違いなく友達にしか見えないっていう点で、私たちが友達に見えてしまうで一緒に2人で住みたいって言ってたら、一番最初に行った不動産屋では2人で住むんですよねって、ルームシェア OK な物件ってそんなにないんですよねみたいなことを言われたんだよね。ちょっと正直一番最初に行った不動産屋さんそんなに信用できる感じじゃなかったし、ここで決めようって言った瞬間それはちょっと思えなかったから、あえて私たち言わなかったんだよね。夫婦ですっていうことは特に言わなかったのね。それでそういう風には進んでいったんだけど、その私たちの関係性をあえて隠すことによって不利なことが多分たくさんあると思う。わかる。そうだよね。女の子同士で一緒に住みます、付き合ってるとかじゃないですみたいな感じでいる方が多分不利なんだよね、だからルームシェアですよねっていくつか不動産行く中で聞かれた時に、いや同棲ですって、同棲するんですっていう風に言うと、えみたいな答え方で同棲、はい同棲ですみたいな、あえて別に私たち付き合ってるんですとかをさ聞かれてないから、お二人の関係はとかは言われないけど、申し込み用紙にパートナー同居人の関係性みたいなところで書く欄とかはあるから、なんか言いづらい人とかいると思うけど、その書くくらい丸つけるくらいだったらなんか問題なくできる。多分多いと思うのが友人同士ですとかで一緒に住むっていう人って多分多いと思うし、私もあえてオープンにしてなかったら多分そういう理由で一緒だと思うのね。多分それだと友人同士っていうのはかなり難しくなっちゃうから、本当だったら住めるはずの物件なんだけど選べるものがぐんと減っちゃうのね。ルームシェア間のところってなっちゃうよね、であとそれで私たちはなんか証明してくださいっていうのが、もしかしたらあんのかなってちょっと心配したんだよね、パートナーシップを結んでるわけじゃなくて、もし証明してくださいって言われたら何も証明がないけど結婚って丸はつけてるっていう変な人になれるところだったんだけど、でも何の証明とかもなく、その養子みたいなっていう感じでやってくれたので、もう本当に自分で言うだけ、自己申告制だったっていうことで、付き合いたてのカップルとかでも同じようにしたら同じように受け取ってもらえるのかなって、付き合ってる年数とかも聞かれてもないし、どれぐらい信用できるかっていうのは本当に向こう的にはもう見た感じの判断だったと思うんですよね、でもそこは安心ではあったよね。ちょっと不安ではあったね。確かに証明見せてくださいみたいなさ、持ってないですよ、じゃあすいませんちょっとルームシェアっていう形になっちゃうんでお友達同士ダメなんですよって言われなくはないじゃん、どう考えても。ちょっといいマンションとかに住んじゃうと、で特に審査が厳しかったりした時にルームシェアっていうと信用性がちょっと下がっちゃう部分ではあるじゃん。で私たちは自営だからまだそんなに年数すごい経ってるわけでもないし、自分たちの会社をやってるっていうことでもちょっと審査が通りづらい部分もあったので、その申込書にパートナーって私が書いて、その用紙で審査をしてもらうっていうのでどうなるのかなっていうのが、もしかしたらマイナスになるのかもしれないし、どうなんだろうって思ってちょっとドキドキしながら審査まで2週間ぐらいかなあったので、その間ずっとドキドキしてたんだけど、どうやらそれが多分だけどプラスになったのかなっていう感じで審査が無事通ったので、プラスになったのかなっていうふうには思ってて、でその審査が通るからドキドキ感がすごかった時にどういう基準で審査が通るものなのかっていうのを調べたら、人柄、基本的にはその収入とかそういうのもそうだけど、まあ当たり前に払えない額の家に審査が通るわけがないから、そういうのも当たり前にそうだけど、それ以外のところだったら人柄っていうのがかなり重視されてて、直接関わるのはその内見とか連れてってくれた不動産屋さんの方だから、その方がどういう風に言ってくれるかっていうのがかなりかかってるっていう風にネットで出てきたので、どうだったんだろうってすごい心配してたんだけどでもなんかそんなにその不動産屋さんの印象が大事っていう風には知らなかったんだけど、でも気にしてたよね。そう一応ね、身なりのことだったりとか、あとは連絡を私がメールで取ってたんだけど、その時のタイミングちゃんとコンスタントに連絡を返すまあ、向こうが欲しいって言ってくれてる資料があったりとかする時にさ、すごい遅く返しちゃったりとかしたら申し訳ないし、すごいコンスタントにちゃんと返信をしてたなって今考えるとね
私も引っ越したいっていう気持ちがあったから悪く思われたくなかったの、待ち合わせとかもちゃんとやってって、まあ、当たり前のことだけどね、そこで待ち合わせ時間すごい遅れてきました、返信が全然来ません、ドタキャンされましたとかっていうのだとやっぱり印象が悪くなっちゃって審査に通らなかったっていうのもあるのかもしれないので、そういう部分で良かったのかなって思ったのと、あとパートナーって書いたのもそうだけど、見た感じ多分かなり新婚っぽかったなって自分的に思うの、なんかそのなんていうの、付き合いたてっぽくない雰囲気ってあるじゃん。ミッチにずっとどの家でもやらせてて、どの家でもその不動産屋さんと付き合ってくれて、壁がどの広さなのか見にこう手を広げてこうやってやってる姿を全部の壁で写真を撮るとか毎回全部屋の全角度のもう慣れてきちゃってる、いつでもできる。その壁に向かってしかもこうやってやってる感じ。私なんかこれいるって何回か聞いて、不動産屋さんもちょっと、明らかに真剣に家を探してる感じが出たのは、まあね、よかったと思う。新婚さんっていうよりは、こいつ尻に敷かれてんなそこじゃない？そこ割かしそこか、前の家探しの件があったから、何でもいいや、何でもいいやって、今回は真剣に探したっていうのもあるから、その不動産屋さんも私が気にしてるポイントっていうのも把握しててくれて、ディスポーザーがついてるところとか食洗機がついてるところとか景色でこういうところとかっていうのを分かってくれてるから、ここディスポーザーありますよとか教えてくれるんだよね。だからそういうポイントを決めて真剣に家探しをしてる感じとかも新婚さんっぽかったのかなみたいな、本気で家探しをしてる夫婦に見えたのかなっていう勝手なイメージなんだけど、付き合って浅くないのかなみたいな、前々から一緒に住んでるっていうのも伝えた私ね。一番心配なのはやっぱ別れちゃった時にこの家の家賃誰が払うのっていうところが一番心配だと思うから、そういう心配がなさそうな2人なのかなっていう印象を勝手にね、勝手だけど、そういう持ってもらえたのかなっていう、やっぱ不動産屋さんの印象が一番審査に関わってくるっていうから、そういうところはね気にした方がもしかしたらいいのかもしれないです。内見にさいろいろ回る中で一回分譲マンションでさ、オーナーさんが立ち会いで内見が OK って言ってくれた物件があったじゃん、その時に不動産屋さんもオーナーさんに何ていう風に伝えてるのか、どういう人が見に来ますよってどういう風に伝わってるのか分かんないけど、会った瞬間に女の人だったんだけど、ご夫婦で一緒に住むんですよねってさらっと、ものすごいこう寛容な方だったかもしれないし、普通にそういう風に見えたのかなっていうの点でも、でもどういう風に捉えられてるのかなって、ご夫婦でっていうのが、例えば私が旦那さんと結婚するからお姉ちゃんが一緒に見に来たっていう風に捉えられたのかな、どうしようって思ったんだけど、いやそれで思ったの、いや明らかにご夫婦でって、いやなんかちょっとなんかそういう勘違いもあるかなみたいなふうに思ったんだけど、女の子2人で住むんだったら収納もたくさんあるし、女の子2人で女の子2人でってその方はすごい言ってたから、勘違いされてないと思って、なんかあれはすごい理解がある。まあすごくね理解がある何も言ってないのにそう方だし、私たちがもう夫婦なんだって見えてたっていうか、見えてたってそういう風に見えたっていうのは大事なポイントではあるのかな、あとなんかどこの不動産屋さんでも結構聞かれたなって思うのが、今一緒に住んでるのかこれから一緒に住むのかっていうのは結構ポイントなのかなって、どの不動産屋さんにも全部聞かれた覚えがある。そこも重要なのかなって思います。だから今同棲もすでにしてて新しいお家に住むっていう人はそれは言った方が多分プラスなのかもしれないよね。別れる可能性がやっぱ少ないからかな。服装に関してなんだけど、あえてその小汚い服装とかでさ、えっていうなんか奇抜すぎる、そうジャージ、そうだね、ジャージとか明らかにもうボロ布でわかんないけど、なんかそういう服装とかさ、この人たちちょっと大丈夫かなって心配になるような服装っていうのはさすがにしないわけじゃん、だから一応そういうのも気をつけて内見とかも言ってたけど、最後契約しに行く時にスーツみたいなの着たから、そうジャケット羽織っても髪もつもみたいななって、もうメイクとかもすっごいナチュラルな、なんかマスクも黒じゃない方がよくない？白いマスクとかで言ったりわかんないけど、なんかそれくらい一応気を使ったね、いい印象を少しでも持ってもらえるようにっていうのは、でもやっぱり気をつけた方がいい、まあいろんなことだけどね、この家のことだけじゃないかもしれないけど、イメージなかったの。管理会社の審査にそこにいる不動産屋さんに持たれる印象が大事っていうのはイメージなくて、今までの家探しでも、でも今回調べたらそれが結構重要だって出てきたから、会うのはその人たちだけだった、そうだよね。分譲とかだったらそれこそオーナーさんがどういう人なんですかって
って心配になるじゃん。自分のこの部屋に、私の部屋に誰が住むんだろうっていうのとか気になった時に、聞かれた時にどういう風に答えてくれるかっていうのはやっぱり知ってるのは不動産屋さんだけだから、そうだね、重要なんだなって思いました。自分たちのイメージがすごい良かったって言ってる動画みたいになっちゃうんですけど、分かんない。あくまでもこちら側の視点としてね、不動産屋さんがどのように見てるのかとか、どういう基準でとかは知らないですけど、人としてのね信頼度が高くなるようなことをしといて損はないんじゃないのかなと思います。で、同性でのその審査とかそういうことはそんな感じだったんですけど、他に私たちが多分他の異性間の夫婦での引っ越しとちょっと違うのかなって思ったポイントが、条件がお互いにやっぱ女子ってそういうのがうるさい人が多いのかなって思って、家探しの条件がここだけはっていうのがお互いにあるから、家探しが結構かなり難航したよね。大変かもしれない。まあ性格によるよ、もちろん性格にはよるんですけど、男女のカップルでも、まあ、そういう人たちもいるとは思うよ。こだわりが強い旦那さん、奥さんもこういうところ絶対ここがいいみたいな、ね、あるかもしれないけど、こだわりが強くてわがままっていうのはわりかし女の子あるあるなんじゃないかなっていうことだよね。はい、この1個前の動画でも言ってるんですけど、2人で合致してるところがリビングが広いっていうところだけだよね。だけで、あと優先順位的にそっちが使いやすいキッチンなことと、あと駅から近いことと、カビが生えづらい、まあ、日当たりとか、1階じゃないこと。私は築浅、綺麗、おしゃれそこでもうここにタワマンが追加されたんですよ。あ、すいませんタワマンで、そうね、最終的にはタワマンがいい。ここで問題だったのが、築浅がいい人、駅近がいい人ないのよ。ってなると、私はどちらかというとちょっと駅から離れてもまあいいやと思ったので、こっちは利便性を考えてちょっと築年数が上がって駅近がいい。真逆じゃんそれって。そこをすり合わせていくのにかなり難しかったね。もう私は駅から見えるみたいな家ばっかり連れてってて、てかさ、駅さ毎回近すぎない？こんな近くなくてさ、なんかないのみたいな言われた時に知ったの、条件が違うことを。だって私がさ、ここの物件良くないってポッチが見つけてくれて、ここどうって私に合わせた物件ね、ここミが気に入りそうって言ったのが、まあほんとおしゃれでちょっとデザイナーズっぽいのね。駅徒歩10分12分とかなのね。連れてってもらえなかったんですよ。Google？ストリートビューで歩いてみるの。そこで連れて行かないの私。中は見せてもらえない。こういう道のりだよって言って、周りこんな何もないよ。どうって言って、はい、進めて、ほら、ここで、じゃあもう一回駅に戻るねって、そこ家から駅に、今度、携帯上で駅に戻って、はい、どうって、ちょっとさ、無理かも、みたいな感じで、私この家、ちょっと無理かも、遠すぎないとか言って、見入れなかったんですよね。だから私たちが内見に行ったのは、大体ほぼ駅近でしたね。駅の駅にあるんじゃないかぐらいの物件ばっかり見た。まあでも結果すごい便利だしいいのね。私今この家に住んでるからもう何の文句もないんだけど、とにかく私がおしゃれじゃないって言って徒歩10分15分とかの家は見せてもらえなかったです。こんなに大通りをずーっと行くってどういうことみたいな。10分って書いてあるけどこれ絶対20分じゃんって思いながらこう見てたっていうのありますね。結果この家に決まってよかったです。そうね、2人の意見をすり合わせてかなり合致したものにはなったから、だから事前に話しておいた方がいいと思う。私もその途中で知ったから駅近じゃなくていいっていう。そうだから知らなかったんだよね。だからどこかを妥協しなきゃって言ってほぼ妥協してないんですけどほぼ妥協はしてないんだけど金額は上がったんですよ。金額がお互いにそんなに妥協していいポイントだったそこが問題なんだよね。普通は金額がここから下じゃなきゃ絶対ダメで、条件を削ろうってやっていくんだけど、私たちは全部条件を組み合わせていった結果金額をどんどん上げていったっていう、一番ありえないでも満足してるこの道には。ということでまとめると、ポイントは2人入居可能物件、でルームシェア可だったらなおよしだけど、もし可じゃないことも考えるとちゃんとパートナーだっていうことは伝えた方がいい。例外としてオーナーさん、その家を貸してくれてるオーナーさん、その人がものすごい偏見のある方っていう場合ももしかしたらなくもないかもしれない。必ずしも絶対プラスになりますとは言い切れないんですけど、そしたらその不動産の人がこっちでね、そうだね、いろいろ合わせてくれればいいかなって思うから、だから2つ目のポイントとしては不動産屋さんと信頼を築くということですね。だからあえてやっぱり隠す必要はないと思うんだよね。ないかも、っていうことです。今時ね多分多いと思うんだよね、そういう人たち来たからってなんかみたいな、
ことは多分本当にないから、うん多少なんかそうなんだっていう感じの緩和されたとしても理解が全くないっていうことは絶対にないから、うんそれはね言っといていいかなとは思いますね、はい。まあ、そんな感じですね。そこが多分重要かな。うん。だから同性の方で引っ越しをしようと思ってる人はその辺にちょっと気をつけてみたら多分大丈夫なんじゃないかなと思います、思ったよりも多分大変じゃないと思います、心配して引っ越しに踏み切れない方とかもいるかもしれないので、そんなに大変じゃなかったよっていうことをお伝えできたなら嬉しいです。そんな感じで、はい参考になったよって思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして私たちは SNS もやってますのでTwitter、Instagram、アメブロ、TikTok ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。バイバーイ。